皆さんこんにちは、たびくらです。いつもご視聴くださりありがとうございます。今日は人生のステージが変わるときに私がやったことと私の身に起きたことについてのお話です。ぜひラジオ感覚で聞いていただければと思います。私は一昨年の年末に長年勤めた仕事を退職し、地元の青森県に U ターンしました。仕事を辞め、関東から地元の青森県に戻るというのは確かに大きな決断だったと思うんですが、でも私の人生のステージが変わった瞬間っていうのはこの時のことではないんです。私の人生のステージが変わった瞬間、それは今からちょうど4年前、この YouTube チャンネルをスタートさせたことです。このチャンネルをスタートしてわずか2ヶ月半でチャンネル登録者数は1万人を超えました。全くの無名の私のチャンネルが伸びた理由にはいろんな要因が重なっています。今日は私が考えるチャンネルが伸びた理由についてもお話ししたいと思います。まずは40代女性一人暮らしの Vlog が他にあまりなく、競合が少なかったということ。当時パンデミックの最中でおうち時間にみんなの注目が集まっていたということ。そして動画映えする DIY 可能物件に住んでいて、物件の力によるところもすごく大きかったと思います。つまりチャンネルが伸びた理由は運やタイミングによるところも大きいというふうに思っています。私が YouTube を始めたのは友人から YouTube を始めるよう勧められたのがきっかけでした。実は私の中には自分で YouTube を始めるっていう発想全くないものだったんですよね。だけど友人からそれを言われた時に、確かに私 YouTube できるかもってすぐ思ったんですよ。なぜそう思ったかというと、それには明確な理由があります。それは10年以上前からブログで旅やインテリアに関する発信をしていたということ。自分の旅動画を作りたくて2016年に講座を受け、動画編集技術をすでに学んでいたこと。つまり YouTube を始めるのに必要な要素はすでに私の中にあったものだったんです。とはいえ Vlog を撮ったこともなければ、特にね私のブログが人気だったっていうわけでももちろんなくて、結局やると決めてから1本目の動画を投稿するまでに実は1年もかかってしまいました。YouTube を始めること自体は決めたんですが、なかなか最初の一歩踏み出すことができなかったんですよね。そのうちロックダウンが始まり、どこにも出かけることができなくなりました。好きな雰囲気の YouTube チャンネルを見ては、撮影の仕方や構成を研究する日々。時間だけはたっぷりあるにもかかわらず、インプットに逃げ、アウトプットはずっと先延ばししていました。そしてある日、全く予想もしていなかった出来事が起こります。職場の検診で腎臓の機能が低下していることが分かったんです。原因は分かりませんでした。
自覚症状は全くなかったので、突然入院することになってしまって心底びっくりしたんですよね。あれよあれよという間に人生初の入院生活が始まって、病院には20日間ほどお世話になりました。でも手術をするわけでもなく、痛みがあるわけでもなく、朝お薬を飲むだけの入院。副作用の強いお薬を服用していたんですけど、幸いなことにさほど副作用もありませんでした。薬を飲んだら、あとは自由に過ごしてもいいっていうことに、最初は罪悪感を感じていました。病気の原因がわからなかったので、入院当初にさらに詳しい血液検査などを受けました。他の大きな病気が潜んでいる可能性を考えての検査でしたが、幸いなことに特に問題はありませんでした。自覚症状のない段階で病気を見つけてもらえたということもかなり幸運だったと思います。そして入院当初の何もしなくていい罪悪感は、何にも追われない幸福感にすぐに変わりました。起きたら瞑想アプリを使って瞑想をし、その後はラジオ英会話を聞く。そして朝食後は毎日心の赴くままに思いついたことをノートに書き綴る。その後は本を読んだり、ドラマや映画を見て過ごしました。病院のご飯も本当に美味しくて、窓からの景色も良くて、看護師さんは天使のように優しくて、変な人に思われるかもしれないんですけど、入院中は毎日謎の幸福感に包まれてたんです。悪い想像もしましたが、命に別状はなく、将来的には服薬もしなくて大丈夫になると言われました。自分の幸運に感謝すると同時に、ぼんやりとこんなことを考えていました。やらなければいけないことに追われる日々に戻りたくないな。退院後、私が最初に取り掛かったことは YouTube ではなく、生活を整えることでした。不要品の処分や窓やベランダの掃除、クローゼットや洗面台の整理整頓、乾燥機付き洗濯機を購入し、不要なクレジットカードやサブスクを解除し、寝室の余計なものも片付け、空気清浄機を購入し、徹底的に暮らしを見直しました。YouTube に関しては、相変わらずなかなか一歩目を上げることができずにいました。でも不思議と YouTube をやらないっていう選択肢はありませんでした。この時期はずっと、私はどんな人に向けてどんなことを伝えたいのか、そしてなぜ YouTube を始めるのかということを深く掘り下げていました。ただ闇雲に始めてもきっと続かないだろうなって思っていたんです。ちなみに当時のノートを見てみると、1行目に正直収益が欲しいって書かれてましたその頃の自分に、そんなに簡単には稼げませんよと伝えたいですね。私の YouTube をやる理由がお金を得ることだけなら、とっくにやめてると思います。
そういえば YouTube 始めた理由、続ける理由という動画を作ったこともありました。もしよかったらそちらの動画もご覧いただければと思います。退院から半年ほど経過した頃、やっと1本目の動画を上げることができました。YouTube を始めてちょうど1ヶ月後のチャンネル登録者数は50人。その半月後には1000人になり、さらにその1ヶ月後にはチャンネル登録者は1万人を超えました。実は YouTube をなかなか始められない時期も、ブログだけは毎日更新していました。ブログの購読者は300人ぐらいだったんですけど、もしかしたら潜在的に読んでくれている人がいたのかもしれません。そしてブログから YouTube に見に来てくれた方のおかげで、チャンネルが伸びた可能性もあるんじゃないかなっていうふうにも思っています。私のチャンネルが伸びた理由は、運とタイミングによるところが大きいっていうふうに最初の方でお伝えしたんですけど、過去にコツコツと植えていた種が芽を出し、花を咲かせてくれたというところもあるかもしれません。チャンネルが急激に伸び始めた頃、また別のある出来事が起こりました。それはずっと古くからの友人と仲違いをしてしまったことです。友人というよりも家族みたいに近い存在で、本当に長い付き合いだったんですよね。喧嘩別れみたいになってしまったんですが、結局はどちらが悪いっていうことでもないんだと思います。自分たちでも気づかないくらい静かに、少しずつただ価値観が合わなくなってしまったということ。人生のステージが変わるときにやったことと起きたことの話、いかがでしたか？こうして振り返ってみて、一つ言えることは、これまでずっと真摯に自分自身の人生に向き合ってこれたということです。最後に、入院中にノートに書き綴っていたメアリー・オリバーの詩をご紹介したいと思います。教えて、あなたは何をするつもりなの？ただ一度きりの激しく尊い人生で。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。旅倉でした。